皆さんこんにちは、ゆうです。で、今日は2024年の目標について話そうかなと思って、やっぱりこれからもう少しで2024年になるから、だから来年の目標とかをしっかり設定して、でその目標を一つ一つクリアして成長していきたいなって思うんですよ。で、せっかくなので皆さんのね目標も知りたいなって思って、僕だけじゃなくて皆さんと一緒に僕は前に進んでいきたいんですよ。皆さんの来年の目標をコメントに書いてください。で、僕の来年の目標はまずは英語をめちゃくちゃ喋れるようにすることです。結構皆さん僕が英語を喋れるっていう風に勘違いしてる人が多いんですけど、実は僕そんなに英語得意じゃないんですよ。だからもっとナチュラルに日常英会話とかいろんな人と英語でコミュニケーションが取れる英語のレベルっていうのを身につけたいなと思って、でそしたら僕は本当にたくさんの英語のコンテンツを作ることができるし、もっといろんな人にね動画を見てもらえるようになるかもしれないし、僕自身が本当に英語を喋れるようになるっていうことはすごい嬉しいことだし、英語を喋れる自分を想像すると本当にワクワクするんですよ。だから英語をね喋れるようにする、英語を練習する、英語のスピーキングから逃げないっていうことを2024年やっていきたいと思います。で、1年後にね僕の英会話のスキルっていうのがどれぐらい成長しているのか楽しみにしてください。なので僕の英語の練習付き合ってくれる人募集しますで、結構アメリカとイギリスとかオーストラリアとかでも英語の発音って全然違うじゃないですか。特にねインドの発音とかってなるとだいぶ違うと思うんですけど、僕が結構練習してるのはアメリカの発音なんですよ。ただ正直アメリカの発音とかそういうのよりも、とにかく英語を喋れるようになることっていうのを意識してやっていこうかなって思うので、自分のね日本語のアクセントとか、ね、そういうのも、別にあまり気にしないで前向きにやっていこうかなと思ってます。で、あと次の目標は、アフターエフェクツとか使って実写合成とか、あとは 3D モデリングとかね、しっかりと自分の編集スキルっていうのをもっともっと上のステージに上げていこうかなって思ってます。で、実は日本のクリエイターって、動画編集してる人いっぱいいるんですけど、海外のトップのクリエイターとかと比べると日本人の編集スキルっていうのはまだまだ全然低いかなって思ってて、例えば日本人でも海外の例えば VFX 制作会社とかで働いてるような人っていうのはめちゃくちゃレベル高いですよ。僕の友人でもコンセプトアーティストとして働いてる日本人が一人いるんですけど、もうめちゃくちゃすごいです。本当に世界のトップで仕事してるっていう友人なので、そういう友人を見ると本当に憧れるんですよ。この前もその友人と一回会ったんだけど、また会って話して自分の刺激になったらいいなって思ってます。で、そういう時にね僕も彼に何らかの刺激を与えたいじゃないですか。だから僕も彼にねずっと置いてかれてるけど、少しでも追いつけるように頑張っていきたいと思います。実は 3D モデリングとか実写合成っていうのはあんまり日本ではね勉強できないんですよ。もちろん、その基礎中の基礎っていうのはね日本の専門学校とかでも学べるけど、それでね仕事にできるかっていうと全然そういうレベルではない。例えばその作った映像をインスタグラムとか YouTube とかで発信して、素敵だなって思ってもらえるクオリティっていうのは、それはやっぱり海外クオリティかなって思ってて、まだまだ日本のレベルっていうのはそこに到達してないっていうふうに個人的にはね思ってるんですよ。日本人の平均的なスキルがねまだ海外には追いついてない。もちろん日本でもね素晴らしい人はいますけどね。で、ただやっぱり自分は海外のトップのクリエイターのレベルっていうのを目指していきたい。だから毎日これから頑張って実写合成とかね、そういうスキルをかなり向上させていきたいと思ってます。なので僕の作品っていうのも少しずつアップしていこうかなって思うので、もちろんねそんなに最初から作れるわけじゃないし、まだまだだなっていうところたくさんあると思うんですけど、でも英会話のスピーキングと同じで失敗を恐れないことは大事だと思うから、だから自分のねちょっとこう幼稚な作品っていうのもアップしながら、皆さん見てください、この作品作りましたよ、どうですか、まだまだここら辺が荒いですよね、ここら辺改善の余地ありますよねとかね、いろいろそういう作品もねシェアしていけたら、僕自身の成長も楽しんでもらえるんじゃないかなって思うんですよ。で、僕自身もね後から振り返った時にまだまだだなこの作品っていう風にね思うことができるかもしれないし、この頃はまだ全然レベル低かったけど、でもそれから1年経った後に動画を見返してみると、めちゃくちゃ今はレベル上がったなって思うかもしれないし、でそういう風に成長の過程を楽しむことっていうのは大事だと思うんですよ。だから、来年の目標としてはまず英語、
そしてアフターエフェクツで、あともう一個、筋肉をねつけたいなって思ってます。でちょっとね僕の体細すぎませんか？めちゃくちゃ細くないですか？見てくださいこの体、僕ね177センチ身長あります。で体重は50キロ、もうほとんどね50キロないっていう感じかな。49キロぐらいなんですよ。でそれってめちゃくちゃモデルみたいな体型だと思いません？いいように捉えればだけど実際にはモデルみたいな体型っていうか、ただの細いね骸骨みたいな体型っていうだけで、全然そんな誇れるものじゃないんですよ。全然健康的じゃないし。だけどやっぱり健康的な体でいた方が集中力も高まるし、見た目もいいじゃないですか。で僕はある程度筋肉が欲しいんです。だから、ちょっとねまだ分かんないんだけど、1月からジムに通おうか迷ってて、あるいはジムじゃなくて自分の自重トレーニングやっていこうかなって思うんですけど、でも自重のトレーニングってめちゃくちゃ大変じゃないですか。トレーニングジムに通うと、そのトレーニングの回数を少しずつ増やしていったりとかすることで、なんかモチベーションになったりするじゃないですか。だからトレーニングジムに通ってた時っていうのは、ちょっとだけ筋肉あったんですけど、でもジム通わなくなってから全然筋肉なくなっちゃって、ただそれだとなんかちょっとね、こうやってね皆さんの前で動画に出て喋ったりとかしてるわけだし、もう少しねちょっと自分の見た目とかも気にするべきなんじゃないかなって思って、もちろん健康のためっていうのもあるけど、だからそれでちょっと筋肉つけようかなと思ってます。で筋肉に関して、どうやってつけたらいいのかっていうのも結構アドバイス欲しいんですよ。僕全然そういう知識がないので、おすすめのトレーニングとか筋肉のつけ方とかあったら教えてください。でちなみに僕が欲しい筋肉っていうのは、肩幅が欲しいですね。もう少し肩周りの筋肉がついたらいいなって思います。であとはねここの筋肉とか、ここの腕とかね太くしたいですよね。なんか別に足を太くしたいなとは思わないんですよ。ただ上半身のね筋肉欲しいなって思います。ここの胸のあたりの筋肉とかね、欲しいなって思うんですよね。なのでちょっと健康的な食生活と、筋肉っていうのをしっかりつけようかなって思ってます。であともう一個実は僕のやりたいことがあって、体を柔らかくすることです。で実はね僕めちゃくちゃ体硬いんですよ。体柔らかい人に僕昔から憧れてて、バレリーナみたいなねめちゃくちゃ体柔らかい人に憧れてるんですよ。どのぐらい体が硬いかっていうとちょっと見せますね。見えるかな。ちょっとここ立ちますけど、僕ねこのぐらいしか体曲がんないんですよ。全然ね体が曲がらなくて、この手が全然ね地面につかないんですよ。でも体って柔らかい方が絶対いいじゃないですか。だからちょっと、体をね柔らかくするような、なんて言うんだろうね、柔軟体操っていうので、それをやろうかなって思います。筋肉をつけるためのトレーニングと、あとは体を柔らかくする柔軟体操に関しては比較の動画を作りたいなって思ってて、例えば30日間継続したら僕の体がどうなりましたとかね、30日間継続したら僕の体がこのぐらい柔らかくなりましたとか、そういう自分のチャレンジの動画を作りたいなって思ってて、なので30日間チャレンジコンテンツみたいなね、そういうのを作っていこうかなと思ってます。英会話でもいいしね、30日間英会話めちゃくちゃ頑張ったらこうなりましたとか、あとは30日間アフターエフェクツめっちゃ勉強したらこんなに成長しましたとか、 3D モデリングを30日間やったらこうなりました、30日間トレーニングしたらこんなに筋肉つきました、そういう動画をね、作ってみるのも面白いかなと思って、なんかね皆さんが僕の成長、僕の変化を楽しむコンテンツを作っていきたいと思います。なので皆さんもぜひ皆さんの目標をねコメント欄で共有してください。一緒に目標を達成していきましょう。今回のビデオはこれで終わりたいと思います。ぜひこれからも僕のことを応援してくれたらとても嬉しいです。ではまた次のビデオでお会いしましょう。ではまた。